本日、こちらの AZ ワゴン MJ21S 回なんですけれども、だいぶですね、外観の方は整ってまいりました。なんですが、運転もね、だいぶこの車に慣れてきて、ワインディングなんかも楽しくなってきたんですけれども、やはり車に慣れてきたせいか、ノーマルのブースト、ノーマルのパワー、なかなかパワーの不足分が足りないかなということでですね、本日はブーストアップを行いたいと思います。1キロ近くまでかけていきたいと思います。もちろん、ブーストを上げると、それ以外のね、補う場所なども出てきますので、そちらの部分も交換して、そしてブースト1キロぐらいを目安にパワーアップしていきたいと思います。ぜひ、ワゴン R のパワーに不足を感じている方は、最後までご視聴いただければと思います。ということで、参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでも別所。ということで、まずは、こちらの AZ ワゴンをブーストアップするには、タービン周りにソレノイドバルブのホースの配管をつなげなければなりませんので、フロントバンパーを外したいと思います。さあ、これでバンパーを外して、ホーンを外して、タービンがお目見えになりました。こちらのタービン周りのところについている、こちらが純正のソレノイドバルブとなります。これを車外のブーストコントローラーに変更します。そして今回私が取り付けるブーストコントローラーは HKS の EVC4 となります。このようになっておりまして、ちょっとこれをざっくりと説明したいと思います。これがモニターとなっておりまして、スクランブル機能とかモニターの切り替えを行うことができます。これから配線が1本出ておりまして、この配線からこちらの集中コントロールのユニットにつながります。こちらの集中コントロールのユニットでもう一つのカプラーのプラスマイナスの電源、そしてエンジンルームのソレノイドバルブへつながる配線。この3つを集中コントロールのユニットで管理します。ブーストコントロールの調整などはこちらで行うような感じです。そこからこのエンジンルームのソレノイドバルブにつながる配線がずーっと続いておりまして、カプラーにつながって HKS の EVC のソレノイドバルブにつながります。そしてこちらのソレノイドバルブも三つ股になっておりまして、ホースを3箇所つなぐ必要があります。左のホースがアクチュエーターにつなげるホース。真ん中のホースがタービン側につなげるホース。最後に一番右のホースがバキュームホースと。こちらにつなげるようになっています。この3本をつなげることによって、このユニットでブーストをコントロールすることができるとなっております。ただし、ワゴン R や私の AZ ワゴンなどは、ブーストがだいたい1キロで、純正の方でブーストリミッターというのがついておりますので、それ以上上げたい方に関しましては、ブーストリミッター解除をしなければならない。ただし、それ以内であれば、なんとかギリギリ、こちらで1キロ近くまで上げることができるようになっております。それでは、実際に取り付けていきましょうか。こちらのソレノイドバルブをまずは取り付けてみましょう。こちらのソレノイドバルブのホース関係は、以前の M さんに差し上げたワゴン R の方で、ホースがすでに合わせて切られております。この S ターボは M さんにあげた M ターボと一緒で、配管とかは全く基本的には同じです。それなので、おそらく配線もこの長さで使えると思います。車種によってはホースの長さが若干違うとかそういうの出てくると思いますんで、そちらは事前にホースを準備して、ご自身の車の配管の場所によってホースの長さが異なりますので、合わせてホースをカットしていくようにしてください。このユニットはですね、もう決まってます、場所。1箇所しかありません。熱からできるだけ逃げて、できるだけ近いところなんですけれども、それはこちらです。M さんの車両でもここにつけておりました。穴のあるところに。そういうことです。まあ穴開けてもいいんだけどベッドで。ただあんまり開けたくないので、手間も手間なので、ここにします。作業をするときにね、配線とかごちゃごちゃあったりとか、ユニットがあったりとかすると、作業しにくくなっちゃうので、それなので、あまり目立たないところに取り付けたいと思っております。こんな感じで取り付けます。はい、OK でしょう。そうしましたら、こちらの奥にある純正のソレノイドバルブのホースをね、キャンセルしていきたいと思います。
パイピングのところの配管をめくらと、アクチュエーターの片側のところをめくらしました。それで、この2つに、ここのホースも抜いて、それで片側こっち、片側こっちと。下にもあります。タービンにつながってる配管があるんで、このアクチュエーターのところからタービンにつながってるんですよ。そこを抜いて、ブーストコントローラーのホースをつなげると。はい、取れました。だいぶね、頑張ってくれました。熱が変わるところだからね、どうしても劣化は否めません。関係ないと思うけど、ここのソレノイドバルブにつながってるカプラーも一応抜いておきました。1本のホースがバキュームホース。ここにつながって、間カットして割り込ませる。残りの2本はアクチュエーターとタービンという感じになります。これがタービンがね。刺すだけなんです。刺すだけです。固定しないんだ。本当は固定した方がいいんだけど、まあそんなに高いやつがかかるわけじゃないんで、まあ今まで M さんの車両つけてた時も固定してないで抜けなかったんで、まあ大丈夫だと思います。刺さりづらい場合なんかはちょっとパーツクリーナーなんかを拭いてやるっていうのもありです。これでつきまして、タービン周りはこれで OK です。そこからずーっと伝ってって、ここです。ここのホースを抜いて、バキュームのホースですね。片方はこっち。すんなり簡単に入ります。そうしたら、あんまり見えないようにやります。これで表側の配管は繋がったので、今度はこちらの配線。これを車内に引き込んでって、それで車内の方に移っていきたいと思います。これも同じく延長のコードがあるので、繋げて、これで刺さりました。私は配線をできるだけ目立たないようにレイアウトしていきます。はい、そうしましたら、この配線が車内に引き込む通路、そこまで持ってきました。ここから配線通しを使って車内にこの配線を引き込んでいきたいと思います。ここにね。これが配線通しなので、これ伸ばして、先にある程度通しちゃいます。結構中の方の上の部分になるので、ちょっと軽く下に向けるような感じの方が通りやすいと思います。それで、ここを通していきます。ここを通していって、なんか二重みたいになってるんですよ。なので、ちゃんと奥まで入ったのを確認したような感じから、ゴムのね、穴が二重みたいな感じになってるんで。中と外でそれぞれある。ゴムの隔壁が二重あるみたいな感じです。下にね、送り込むような感じの方が、後々中から引っ張るとき、取りやすいと思います。どんどん送ってって、ちょっと見てみます。はい、こんな感じで配線通しが出てきましたので、これでエンジンルームの方にまた戻ります。戻ったら残りのこの配線通しの方にこれを通して、あんまり極端な力で引っ張っちゃうと断線しちゃうんでお気をつけください。あ、引き込むのね。そう。これで引っ掛けた状態で送り込んでいきます。あと中から引っ張れば配線が通せます。これを引っ張っていきます。はい。これで通りました。あとはこれを配線を引っ張ってくればいいんですけども、これもまた引っかかってグッて引っ張らないでください。なんかエンジンルームで引っかかってる可能性があるので、無理に引っ張らない。ほらね、こうやって引っかかってるんで、こうやってなんだかんだ引っかかったりとかしてますんで、こういうのなんかをほどいてあげるという風にしてください。あとはこうやってジョリジョリ引っ張ってきて、これで多分もう限界だと思います。こんだけ出てくるんで十分だと思います。それどこにつけるの？それを今考え中です。まあここが無難かな。モニターも集中コントローラーもここに置こうかなと思います。あんまりごちゃごちゃ置きたくはないんだけど。見えないとね、にはないからね。まあね。操作するのにね。まあしょうがないね。じゃあそうします。はい、そうしましたら、フロントのバンパーとかホーンの方は元に戻しまして、それで外側は全て終えました。それから今、この車内に引き込んできた配線をうまくね、ここら辺に結線して、ここに集中コントロールを置こうと思うので、配線を中を通して引っ張っていきたいと思います。そんなネジとかじゃなかった気がする。簡単に外れる。だね。裏側なんてこんなもんだよ。これで外して、こんな感じになってるんで、ステアリングシャフトとかの干渉にならないようなレイアウトで中に引き込んでいきます。それと同様に、コンピューターの初期化も含めて、ショートとかね、防止のためにバッテリーマイナス端子も外しておきましょう。そうすれば、つけた時に、ブーストコントローラーぐらいなんですけども、ソレノイドバルブも変わるということで、少し何か変わるっていう可能性もなきにしもあらずなので、一回 ECU をリセットの意味合いを含めてバッテリーマイナス端子を外しておきます。
そうしましたら、使って、この中通していきたいと思います。ここはスピードメーターのところのパネルを引っ張って、ボッてやる。で、このオーディオのところとくっついてるんで、はい、外れました。これはオーディオの方のアクセサリーとアースの配線をつなげる。それでこれはスイングバルブとポペットバルブってあるんだけども、それの略なんだけども、ウエストゲート式はポペットバルブ。そしてアクチュエーター式はスイングバルブの方。こっちで合わせます。これでこんだけ、ちょっとね、配線がひしめき合ってますが、とりあえずブーストコントローラーの集中コントロールユニットとモニターの方がつきました。こちらはレーダー探知機なんで、ちょっとね、いろいろガチャガチャついてしまったんですが、やっぱパワーアップのためにはしょうがないかなと思いまして、とりあえずここに収めました。これでバッテリーのマイナス端子を接続して、エンジンがかかるかチェックしてみたいと思います。ということで、なんとか接続が完了しました。始動の方もね、なんとか始動していますので、問題なく使えると思います。これでね、後ほど走行時でね、ブーストアップした状態、ちょっとこれでセッティングをして、ブーストアップのセッティングが終わった状態でね、ブーストが何キロになったかというのを収めていきたいと思います。はい、ということで、なんとかセッティングの方完了しまして、一応ですね、ブーストリミッターをね、ちょっと意識しまして、ブースト 0.9、オーバーシュートで1キロぐらいっていうような状態にしました。純正だと 0.56 なので、コンマ3、4上がるだけでも全然速さが変わるなという印象がありましたので、これで神奈川コードワインディングの方もね、また少し走りのレベルが上がっていくんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価やコメント、または他の動画が気になる方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。